本日は秋吉台を歩きます。日本最大のカルスト台地として有名です。多くの人は秋吉台というと日本最大級の鍾乳洞である秋吉洞とその周辺の観光施設のイメージが強いと思います。秋吉洞には視聴者の皆様の中でもかなりの方が行かれたことがあるのではないでしょうか。しかしこの動画は秘境がテーマです。それにふさわしい場所を求めてあえて奥秋吉台に足を踏み込み、歩く人が少ない広大な草原を縦断します。どこまでも続くカルスト台地に刻まれた不思議な景色の数々を紹介しますので、最後までぜひお付き合いください。ここは大地の北端近くの谷筋にある大正洞という鍾乳洞の駐車場です。今日はここから秋吉洞の黒谷口までの約 8.5km を歩こうと思います。この大正洞も観光客に開放されているのですが、にぎわいのある秋吉洞とは対照的に交通の便の悪いこともあって閑散としています。さて、カルスト台地への道はこの橋を渡った先から続いています。歩道脇に獣よけの電気柵が張られているようです。イノシシはどこにでもいますね。まずは樹林帯の中を階段で登っていきます。少し我慢のアルバイト。カルスト台地とはそもそも何ぞや。皆さんも耳にされたことがあると思います。実は石灰岩の台地のことを言います。石灰岩ははるか昔に海の底で育ったサンゴ礁の死骸が降り積もって圧縮されてできた岩です。この秋吉台の石灰岩は赤道付近の海底から長い年月をかけて運ばれてきて隆起して台地になったものです。この石灰岩は水に溶けやすいという性質があります。そのために台地は雨水で浸食され、くぼ地が至る所にできたり地中に穴が開いたりします。穴から水が地中に流れ込んで地下に川ができて洞窟状になったところを鍾乳洞と言います。ということでカルスト台地はさまざまな面白い景色を作り出し観光資源にもなっているのです。この秋吉台には秋吉洞や大正洞のような公開されているもののほかに大小400以上の鍾乳洞が確認されています。森の中に大きな石灰岩の塊が出てきましたね。ここで一旦土の車道に出ました。荒れた感じはないので結構使われているようです。すぐに左側の森に分岐し再び歩道へ。草原の一角に出ました。分岐があってどちらに進んでも途中で合流するようです。ここはすり鉢状のくぼ地になっています。専門用語でドリーネと呼ばれる地形ですね。中央に畑がありました。先ほどの車道は工作される方のための作業道なのかもしれません。このようなくぼ地を利用した畑作は江戸時代中期にはすでに行われていた記録があるとのことです。水はけは良いし、周囲が壁で守られているので災害も少ないのかもしれませんね。カッコウが遠くで鳴いています。分岐点では距離の短い道を選びました。
お、これは？この道は鹿かイノシシも利用しているようです。皆様お待たせしました。これぞ秋吉台の定番の光景。草の間から飛び出しているのは無数の石灰岩の柱。よく羊の群れに例えられますよね。今日はこれを延々と見続けることになると思いますよ。この今は草原となっている広大な台地ですが、もともとは最初に登ってきた階段付近のような樹林帯だったようです。江戸時代以降、畑作や肥料用の草刈り場を確保するために樹林が取り払われ、現在の景観となったようです。その維持のために春に野焼きが行われています。現在は秋吉台山焼きという観光イベントになっています。真長岳の山頂です。標高350メートル。これでも本日の行程の中では最も高い場所です。山頂というより草原の中のちょっとした出っ張りという感じですね。大正道駐車場がだいたい標高170メートルなので、標高差は180メートルぐらいですね。大したことはありません。しかし景色は一級品です。思った通り今のところ一人も出会いません。頑張り坂という道標があったので進んでみます。ちょっと心もとない細道ですね。悪路かもしれないな。少し進んだところで岩だらけになり、道がちょっとわからなくなりました。ここはおとなしく諦めた方が良さそうです。さて、この辺りから道は急降下。このドリーネはきれいなロート型ですね。遠くに見える山の中腹についている道はカルストロードという観光自動車道路です。さて、今から面白い場所に行きますよ。その名は帰り水と言います。さらにここから急降下していきます。この谷状になった地形は専門用語でウバーレと呼ばれるそうです。いくつものドリーネがつながって大規模になったもののことを言うようです。この辺りの地層は上下が逆転しているとか、ひっくり返って古い地層が上に来ているということですね。なんでそんなことになるのか、素人にはさっぱりわかりませんね。この谷底まで下ると川が現れるはずですが、谷底近くはだいぶ足場が悪くなってます。この辺りだけ樹木が生い茂ってますね。ジャングルのようだ。お、園庭のような苔むした人工構造物がある。ついに現れました。水だ。
ここだけ川になっている。この川の水はどこに続いてるんだろう。この堰堤を越えて右の方に流れていきますね。水の行く手を探ってみましょう。どうもここで地中に吸い込まれているようだ。それで帰り水と名付けられたのか。合点がいきました。大雨の後は吸い込みが追いつかなくなって一時的にここに池ができるらしい。帰り水の周辺だけ湿っぽくてジクジクしてましたね。さっき下りかけた頑張り坂は帰り水に直接降りる道だったみたいだ。でも道型は確認できなかったので完全にバリエーションルートですね。ここにも畑がありますね。ここもドリーネの底ですね。左は青少年自然の家への道。山口県が運営する宿泊のできる教育施設です。右側の道を長者ヶ森に向けて進みます。青空が広がって日が照ってきました。さっきの帰り水の標高は200メートルを切って歩き始めの大正道とほぼ同じくらいまで下りきりました。再度標高を稼いでだいぶ登ってきました。屋根付きのコンクリート製の立派な休憩所が左手の丘の上に出現しました。長者ヶ森の駐車場に到着したようです。標高はだいたい300メートル。この駐車場はカルストロードのちょうど中間地点にあたります。休憩にはもってこいの東屋。立派なトイレもあります。カルストロードの下のトンネルに歩道が続きます。ここで車道の東側から西側に抜けます。すぐに右手に地獄台へのルートが分かれます。今回は長者ヶ森にすぐに向かいます。車も悠々通れるぐらいの幅のある道ですが、車両進入禁止です。正面に長者ヶ森が堂々と見えてきました。さて、ここが長者ヶ森。おそらくもともとは秋吉台全体がこのような原生林で覆われていたのだと思います。林の途切れたところから中に入ってみましょう。ちょっとしたくぼ地ですね。中央部は石灰岩の柱がたくさんある高みになっていますね。この長者ヶ森、平家落人伝説や麓の長者の墓の伝説があるといいます。確かに人の匂いがする場所ですよね。この案内板は平家落人伝説が記されています。壇ノ浦の合戦で源氏に敗れた平家の武将太田義盛がこの地に逃れ、後に金剛を領したようです。内紛で一族は死産しましたが、
江戸時代になって子孫が義盛の居館跡に木を植えたと伝わるそうです。爽快な草原をサクサク進みましょう。あちこちに分岐があります。この分岐を右に行くと両吾の松から地獄台へ登ります。この辺りの平坦地は妙見原と呼ばれているようです。左への分岐は若竹山。妙見原の展望台のような丘です。今回は先を急ぎますのでカット。道標の奥の左側の山は秋吉台最高峰の龍吾峰。標高は425メートルです。本日は特別天然記念物に指定されている日本最大級のカルスト台地、秋吉台を北から南へ縦断しました。いかがでしたでしょうか。石灰岩の羊の群れやどこまでも続く広大な草原は非日常の世界を見せてくれました。距離の割には体力の消耗はさほどはなく、展望台のような丘あり、水の湧く谷あり、伝説の森ありで点々と見どころがあって楽しませてくれました。ここ秋吉台は春から梅雨入り前ぐらいまでがベストシーズンだと思います。危険なところもほぼ皆無。多少体力に自信のない方でも無理なく歩くことができると思います。ぜひチャレンジしてみてください。のんびり歩いてもうすぐ秋吉道の黒谷口に到着すると思います。別動画で秋吉道の冒険コースも紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。コメント欄に感想や動画で紹介しきれていない情報がございましたら書き込みをお願いいたします。この動画をお気に召しましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。